心の泉。昔々、ある小さな村がありました。この村は美しい自然に囲まれ、人々は互いに助け合いながら暮らしていました。この村には2つの美しい花畑があり、小さな花畑だけど美しい花が咲くアーナンドの花畑、大きな花畑だけど花はあまり美しくないイアンの花畑がありました。アーナンドの花畑は小さながらも、その美しさと独自の個性で村人たちを魅了していました。色とりどりの花が咲き誇り、それぞれが独自の香りを放ち、村の風景を彩っていました。アーナンドは自分の花畑を大切にし、その花々が村の美しさや繁栄を象徴していると誇りに思っていました。一方、大きな花畑は広大な土地を持ちながらも、そこに咲く花は地味で目立たず、香りも乏しいものでした。イアンは黙々と作業を行い、村の装飾品や飾り付けなどに役立つ花を育てていましたが、その花畑はアーナンドの花畑とは対照的でした。アーナンドとイアンは村の中でそれぞれ異なる役割を果たしていましたが、彼らの関係は複雑でした。アーナンドは自分の花畑に誇りを持ち、その美しさで村を彩ることに努めていました。一方、イアンは村の富と繁栄を支えるために地道に働き、その貢献は村人たちから高く評価されていました。彼らの異なるアプローチや役割が時には対立を生み、その結果2人の仲は険悪なものとなっていました。しかし村の中で彼らが必要とされる人物であることに変わりはありませんでした。またアーナンドには長年の友人であるディネーシュがいました。ディネーシュとアーナンドの友情は深く、彼らは幼少期から共に過ごし、困難な時も支え合ってきました。彼らはお互いの強みと弱みを理解し、共通の目標に向かって助け合ってきました。しかしある日、村の議会でディネーシュに次の村長としての役割が与えられることになりました。この知らせを聞いた時、自分が村長にふさわしいと思っていたアーナンドの心には複雑な感情が渦巻きました。アーナンドの日々はこの嫉妬の感情に支配され始めました。彼は自分の花畑での作業中もディネーシュのことを考えてしまいます。友人の顔が浮かんでは消え、彼の成功がアーナンドの心に痛みを与え続けます。なぜ私は不十分なのか、私の努力は認められないのか、自己疑念が彼を苛み始めます。アーナンドは自分の価値を見出せずにいました。彼の内面に芽生えた嫉妬は彼自身の努力を否定し、友人の成功を羨む毒となりました。この葛藤はアーナンドを孤独にしました。なぜか彼と話しても普段通り接することができない。彼はディネーシュとの関係を避けるようになり、友人の顔を見るのも辛くなりました。そんなある日、彼は偶然村を訪れた僧侶と出会います。この僧侶はアーナンドが抱える深い苦悩をすぐに感じ取りました。僧侶は彼を村の外れにある静かな川辺へと誘いました。川のせせらぎが心地よい静けさの中、アーナンドは僧侶に対し嫉妬の感情がどのように心を苦しめるかについて話し始めます。僧侶様、私は友人の成功を喜べません。彼の成功が私の内側を苦しめ、自分の不甲斐なさを痛感させます。彼の成功を喜びたい反面、どうしても彼の成功に納得がいかないのです。なぜ彼なのか、私ではダメなのか、同じ努力をしてきたはずだと思えば思うほど怒りが湧き上がり私を苦しめるのです。そしてその後に私は彼よりも努力が足りず価値がない人間なんだと自己嫌悪に走ってしまいます。アーナンダは思いの丈を僧侶に話しました。僧侶は苦しむアーナンダを見て話を始めました。嫉妬は我々が他人と自己を比較するときに生じる非常に人間らしい感情です。決して悪い感情ではありません。しかしその感情に支配されると心に苦しみが生まれてしまいますと彼は語ります。アーナンドは言いました。この苦しみから逃れるにはどうすればよいのでしょうか。僧侶は言いました。今は伝えることはできません。あなたはまだ友人とやり直せる環境にいます。重要なのは嫉妬の感情を認識し、それを受け入れることです。今日家に着いたらもう一度自分自身と向き合い、真の自分の内なる声に耳を傾けてみてから友人と接してみると良いでしょう。自分の心の中に眠る答えがあなたの悩みを解決する手助けをしてくれるかもしれませんと僧侶はアーナンドにアドバイスしました。アーナンドは不思議と心が軽くなりました。僧侶様、ありがとうございます。一度頑張ってみます。僧侶は言いました。もし次
また嫉妬の感情が生まれ、どうしようもなくなった時にはもう一度この川に来てください。この川は不思議な力があります。この川のせせらぎを聞きながら目を閉じると、どんなことがあっても不思議と心が落ち着くのです。私はいつもこの川のほとりで座禅をしています。その時はまた話しましょう。アーナンドさん。アーナンドは僧侶との出会う前よりも心が以前よりもずっと軽くなったことを感じます。彼は僧侶にお礼を告げ、家に帰ることにしました。新たな気持ちで家に戻る道中、アーナンドは足元の道が以前よりもきれいに整備されていることに気づきました。その道が滑らかで凹凸が少なくなっているのに気づきながら、この道、以前は商人の馬車が通るたびに苦労していた凸凹道だったなと心の中でつぶやきました。彼は思わず微笑みました。希望を見出し、新たな気持ちになったからこそ良いことが起こったのだとアーナンドは感じたのです。アーナンドは軽快な足取りで家に戻りました。家に戻ったアーナンドは自分の心に平穏を取り戻し、心の内面を探求するための時間を過ごしました。ディネーシュは昔から知っている。彼の誠実さと情熱は村の発展に貢献する理想的な村長になるだろう。友人として応援していこう。アーナンドは心の中で友人として気持ちに整理をつけて眠りにつきました。しかし人生の旅は終わりなく、アーナンドの前に新たな困難が立ちはだかりました。彼の長年のライバルであるイアンが村で最も美しい花を育てたと評判になったのです。その花畑は村の人々の称賛を浴び、賑やかな話題となりました。アーナンドはこのニュースを耳にするや否や、心の中で複雑な感情がまた渦巻き始めました。村人たちがライバルの成功を称える中、アーナンドは再び自分の内面と向き合うことを余儀なくされました。彼はライバルの栄光を目にし、内なる不安や焦りが再び心を包み込みます。アーナンドはイアンが咲かせた美しい花が自分の努力を無に返したかのように感じ、深い絶望に打ちひしがれました。この混乱した心境の中、ディネーシュとの関係もまた新たな火種となりました。ある日、村の広場でディネーシュと出くわしたアーナンドは、周囲の人々からディネーシュが称賛されるのを目にし、ますます苛立ちが募りました。アーナンドは自分の小さな花畑を眺めながら、身近な友人たちの成功を思い巡らせます。花まで僕から取り上げたら何もないじゃないか。なぜ彼らだけが選ばれ、私は見過ごされるのか。彼は自分もディネーシュやイアンと同じくらい努力してきたと信じていました。花屋としてイアンが咲かせた美しい花は、彼の専門家としての自尊心を示すものであり、ディネーシュの村長としての地位は彼にとって達成したいと願っていた目標でした。これら2つの挫折と現実は一人で背負うにはあまりにも重いものでした。一度ディネーシュを応援しようとした心は暗闇に消え、頭では理解していても心は悲しみに暮れてしまいます。家で塞ぎ込んでいたアーナンドを見かねてディネーシュはアーナンドの家を訪ねてきました。内なる不安や不満を抱えたまま、彼はディネーシュに対して感情をぶつけ始めます。アーナンドは言いました。なぜだよ、ディネーシュ。なぜ君がまた称賛されているんだ。ディネーシュは言いました。待ってくれよ、アーナンド。僕だってただ努力しているだけさ。アーナンドは言い返します。でも、なぜ君の方がいつも成功するんだ。何が違うんだよ。ディネーシュは言いました。それはわからないよ。でも、君も成功する日が来るさ。同情なんていらないさ。アーナンドが声を荒げます。アーナンド、冷静になってくれ。君の成功を祈ってる。そんなの本心で言ってるのか。ディネーシュはアーナンドの心に語りかけるように言いました。当然だよ。君が成功すれば僕も嬉しいし、村全体が得するんだ。君のことを信じてるよ。ありがとう。でも僕はまだ納得できない。言葉の応酬や怒りの感情が飛び交う中、アーナンドとディネーシュの友情は崩れ去りました。彼らの間には深い亀裂が生じ、かつての親しい関係は一夜のうちに破壊されてしまったのです。アーナンドは自己嫌悪と悲しみに暮れて、ただ歩き始めました。彼が向かった先は特に考えていませんでしたが、不思議な川のほとりに足が向かっていました。僧侶とまた会ったアーナンドは自分の思いを僧侶に伝えました。一度頑張ってみましたが、僕にはうまくこの感情に対処できませんでした。どうか僧侶様、この前の教えの続きを僕に教えてください。川のせせらぎが静かなメロディーを奏でる中、僧侶はアーナンドに向かって語り始めました。嫉妬の感情に苦しむことは人間である以上避けられない道です。しかしその感情が我々の心を支配し、
我々の行動を誤らせることがあります。かつてのある村人のように、と僧侶は話を続けました。その村人は心から愛した女性が別の男性と結ばれるのを見て深い嫉妬に苛まれました。彼はその二人に呪いをかけることで自らの心の平穏を取り戻そうとしました。藁を飼い、彼らの姿を模した藁人形を作り、呪いの言葉を唱えました。しかし何の変化も見られなかったのです。怒りと失望に駆られ、彼はさらに多くの藁を買い込み、より大きな藁人形を作り、より強力な呪いをかけました。しかしその間にも愛した女性とその男性は結婚をしていて、幸せな結婚生活を始めるため遠くの牧場で新たな人生を歩み始めていました。結局村人は呪いが効果を発揮したのかさえ知ることなく、自らの全財産を失ってしまいました。彼の苦しみの根本にあったのは煩悩の一つである愚痴、つまり嫉妬の心でした。この村人がこのような結果になったのは理由があるのです。それは因果の道理です。因果の道理とは全ての結果には必ず原因があるということです。お釈迦様が言った言葉に善因善果、悪因悪果、自因自果という言葉があります。良い行いは良い結果を生み出し、悪い行いは悪い結果を生み出し、自分に起きる結果は全て原因があるという意味です。村人の話では最愛の女性と一緒になった相手は努力し必死にアプローチをしていました。善因善果となり、意中の相手と一緒になることができたのです。そして呪いをかけようと躍起になっていた村人は最終的にお金がなくなり、残ったのは自分一人だけでした。悪因悪果の道理に従い苦しい結果となったのです。この話から学ぶことは、嫉妬や恨みが最終的には自分自身に害をもたらすということです。心の深くまで因果の道理を理解することで、自然と嫉妬の感情は消えていきます。アーナンドは言いました。では私はここからひどいことが起きるということですか。僧侶は言いました。いいえ、あなたには愚痴という煩悩が生まれたという原因があり、その原因が友との関係を悪化させるという結果を作りました。因果の道理に従いあなたはここにいるのです。アーナンドさん、落ち込むことはありません。今からでも良い行いをすれば良い結果が生まれるのです。必ずしも失敗したわけではなく、学びの機会を得ることができたのです。過去の出来事は未来を決めるものではありません。自分の心に向き合い良い行いを重ねることで新たな可能性が開かれます。あなたの心が光と平和に満たされるよう私も祈っています。アーナンドは僧侶の言葉を聞き、自分の心の中にある嫉妬の感情を改めて見つめ直しました。川辺での僧侶との出会いはアーナンドの心に深い印象を残しました。彼は新たな決意を胸に村へと戻りました。自分の心を見つめ直し、嫉妬の感情を手放し、真の自己成長と幸福を追求する決意を固めたのです。友人であるディネーシュとの関係修復のために彼は気持ちを整理し、慎重にアプローチすることを決意しました。その夕方、アーナンドはディネーシュの家を訪れました。ドアが開くとディネーシュの顔には驚きと歓迎の表情が広がりました。アーナンド、久しぶりだね。何か用かい？ディネーシュは笑顔で尋ねました。アーナンドは謙虚な口調で言いました。ディネーシュ、昨日のこと、僧侶との出会いが僕に大きな影響を与えたんだ。自分の心の中を整理することができたし、君との関係についても考えることができた。ディネーシュは興味深そうにアーナンドを見つめました。本当かい？それは素晴らしいことだね。君のことを心配していたんだよ。アーナンドは続けました。君との間にあった誤解や不はそれを解消したいんだ。昔のように互いに助け合い支え合う関係に戻りたいんだ。ディネーシュは深くため息をつき、アーナンドに笑顔で応じました。そうだね、僕も同じことを考えていたよ。君との間にあった壁を取り払い再び友情を育みたいんだ。二人の友情が再び芽生え、過去の誤解や不和が解消された時、アーナンドは心の中で喜びを感じました。彼は自分の内なる平穏を見つけ、友人との絆を取り戻したことに感謝しました。ある日、花を買いに来た商人がアーナンドに言いました。アーナンドさん、ありがとうございます。アーナンドが不思議な顔をしていると商人が続けて話しました。ここまでの道中の道が凸凹で積んでる花が折れてしまったり倒れたりで困っていたんですが、道中が整備されていたので帰り道の心配がなくなりました。これからも買いに来るのでお願いしますよ。と言い、
商人は帰っていきました。アーナンドはディネーシュがある時、道路の問題によってアーナンドの商いが妨げられる可能性を指摘していたことを思い出しました。そうか、あの綺麗になった道はディネーシュのおかげだったのか。アーナンドは深くディネーシュに感謝しました。アーナンドの心の変化は徐々にではあったが、確実に進んでいきました。嫉妬の感情が彼の心を支配していた頃の彼とは異なり、アーナンドは自分の感情をコントロールし、自分自身の成長に集中することができるようになりました。彼はライバルのイランに対しても態度を変え、イランの成功を心から祝福することにしました。イランとの仲も徐々に解消されていき、徐々に理解し合う関係になっていきました。イアンも村のために花を育て、村に貢献したい思いは一緒だったことを知り、全員全家によりイアンは美しい花を咲かせることができたのだと気づいたのです。そしてアーナンドはイアンを心から祝福しつつも、自分の花をより美しいものに育てるために励んでいました。彼は内なる平穏と満足感を見出し、他人との競争や比較から解放されたのです。この変化はアーナンドに新たな喜びと満足感をもたらしました。そして村はアーナンドとイアン、そして村長のディネーシュ、3人の努力と愛情によってますます繁栄していきました。その村は美しい自然と温かい人々が共存する理想的な場所として多くの人々の憧れの的となりました。アーナンドとイアン、そしてディネーシュの精神が村の未来を明るく輝かせることとなったのです。いかがでしたでしょうか。嫉妬に苦しみながらも自分と向き合うことを忘れなかったアーナンド、人に見えない多くの善因を作り、村長として選ばれたディネーシュ、イランも努力の結果として美しい花を育てることができました。この物語では因果という言葉が多く出ていて、因果応報という言葉が仏教にはあります。ブッダが説いた四苦八苦や八正道はこの因果応報の考えに基づいています。四苦八苦や八正道はこちらでも詳しく解説してますので、興味のある方は概要欄から見てみてください。人生の道中でつまずくことは誰にでもあると思います。どうしてうまくいかないんだろう、自分ってやっぱりダメなんだと心の中でネガティブな声が聞こえてくる時があります。そんな時、今まで頑張ってきたことさえ信じられなくなって何もかも放り出したくなってしまう人もいると思います。このような状態の時、お釈迦様が説いた因果の法則が救いの手を差し伸べてくれます。この法則は実はとてもシンプルです。ひまわりの種が大きな黄色い花を、タンポポの種がふわふわの白い花を咲かせるように、私たちの行動一つ一つが未来の景色を作り出します。これはまさに自然界の普遍の法則であり、仏教でいう因果の道理に他なりません。私たちの行い、つまり心と体でなすすべてが種のようなものです。良い行いは幸せを、悪い行いは苦しみをもたらすというのは、まさにこの種が育つ過程を示しています。この種は仏教で業またはカルマと呼ばれ、私たちの運命を形成する重要な要素です。良い種からはまるでひまわりが太陽に向かって咲くように、幸せという明るい結果が生まれます。一方で悪い種からは残念ながら苦しみや不幸という結果が現れるのです。これはどんな状況でもどの時代でも変わることのない宇宙の摂理です。失敗した時や難しい状況に陥った時、つい目を背けたくなったり、自分や他人を責めたくなることもあります。ただし、そうすると本当の解決にはつながりません。なぜなら、本当に大切なのは、その苦しみや問題の根っこにある原因を見つめ直すことです。仏教では、人生でのつまずきや失敗も、実は自分を成長させるチャンスだと教えています。なぜ失敗したんだろう、この不安は何から来てるんだろうと自分に問いかけて根本原因を探ること。そうすることで次に同じ失敗をしないためのヒントが見えてきます。そのヒントは勇気や希望につながり、新しい力が湧き上がる泉となります。お釈迦様がこの教えを通じて伝えたかったのは、私たちの日々の選択が未来の幸せや不幸を決めるということ。体や口、心で行う小さな善行も時間が経てば大きな幸せへと花開くのです。また心の安定を得るための具体的な方法も因果応報の考え方から学ぶことができます。例えば日々の瞑想を通じて自分の行動とその結果について考える時間を持つことや、善行を積極的に実践し、その結果に改めて気づくことができます。これらの実践は心を落ち着かせ、
内面的な安定感を高めるのに役立ちます。そして過去を直接変えることはできなくても、その解釈や私たちが過去から学ぶ教訓を変えることによって未来に対する私たちのアプローチを変革することができます。私たちの今という瞬間は現在と未来を形作っているのです。善行を積極的に行うことで私たちはかつての選択の過ちを過去と捉え、新たなより望ましい結果を生み出す新しい原因を作ることができます。アーナンドのように良い行いの結果がすぐには出てこないかもしれないですが、村が繁栄し間接的に世代を超えて善果が返ってくることもあります。内面の平和を追求し積極的な変化を目指すことによって私たちは自分の人生の物語を上書きすることができるのです。この動画が皆さんにとって有意義なものとなり日々の生活に役立つ洞察を提供できたならばこれほど嬉しいことはありません。もしこの動画の内容が気に入ったらぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。またコメント欄にて皆さんの感想やブッダの教えがどのようにあなたの人生に影響を与えているかを教えていただければ幸いです。心の泉チャンネルを通じて皆さんの心に安らぎの泉が湧き出ることを願っています。ご視聴ありがとうございました。平和と愛が皆さんと共にありますように。